誰の中にも子供が本当に素直にまっすぐ育っていけたらいいなっていうのがあるよね。意思を妨げたりとかやらせようとしたり、そういうのはしたくないかなと思って。なんかもう本当に兄弟みたいな暮らしだよね。やっぱり私たち親が安心して暮らしてるのが子供たちにとっても大きいかな。一切の圧力や圧迫のない環境で育っていったらどんな子供になっていくんだろうって楽しみがあるね。皆さんこんにちは。こんにちは。アザンネットワークのサイエンスアカデミーの学生としてやってるフェリックスです。チョギンです。今回のアザンスタイルは前回のお母さんたちの暮らしを続いて子育ての部分を紹介します。ここの鈴鹿コミュニティの子育て環境はチェリッシュと学び屋っていう自主保育機関の中でやってて、今日はそれの成り立ちとか今の姿を具体的に紹介していきたいです。はい、これから見てください。始まりは今から7年くらい前になるかな。当時幼児から中学生の子供のいる数人のお母さんで寄ってたよね。今子育てしててどうって毎週顔を合わせてたね。でも最初は一緒に子育てしようって発想はなかったよね。最初はそれぞれ親が見てて、たまに今日はここで遊ぼうって集まったりしてたね。それでだんだんこの子たちが本当に素直に心も体も健康に育っていくにはどんな環境があったらいいかなって目を向け始めたかな。それから1年後くらい経った2015年の9月だったよね。チェリッシュが始まったのは。その時描いていたのは保育園のように預けるとか預かるとかじゃなくて、家族のような親しさの中で育っていけたらいいなって。自分の親以外にも親のような存在のお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃん、お兄さんやお姉さんがいつも周りにいて本当に安心して育っていけるんじゃないかなって。そうだね。周囲の人のサポートがあって始められたよね。そういう場を作りたいっていう願いが当事者の親だけでなくてコミュニティの願いになっていったよね。っていうかもともと願うものがあって、それを私たちが言い出すのを待っていてくれたかもしんないね。そうそう、今だったらこのマンションの1階が子供の家には合ってる環境だなって声が上がったら、そこに住んでた恩田夫妻が子供たちが使うならいいよってすぐ引っ越して開けてくれたんだよね。もうめっちゃ軽いなと思ってさ。その後子どもたちの人数も増えてきて、もっと広い場所があったらいいなって出してみたんだよね。そしたらここ使っていいよってまた別の場所をコミュニティで大工している本山さんが子どもたちが過ごせるようなプレイルームに改装してくれたよね。ここの場所が公園っぽくなってるのもさ、子供には遊び場がいるやろってじいじたちが実のなる木を植えてくれたりとか、砂場を作ってくれたり、シーソーとかタイヤとかブランコまで手作りして設置してくれたからなんだよね。
チェリッシュ始まった時は1、2歳の3人の子供だけだったけど、その後弟や妹も生まれて、新たに加わってきたメンバーもいて、今のこの12人になってるね。コミュニティでこの子たちに関わってる大人は50人くらいかな。ジージーでしょ、バーバでしょ、はるかちゃんたちみたいにアカデミー生のお姉ちゃんお兄ちゃん、職場体験で来てるね。それからご飯を作ってくれるお母さん、海とか山とか公園で送迎してくれるおじいちゃんで、研究所の人、あと親たちかな。それぞれ違う立場から関わってくれてるけど、誰の中にも子供が本当に素直にまっすぐ育っていけたらいいなっていうのがあるよね。これまで私たちが育ってきた環境の中で固定した考えとかは身についてきてるかなと思って、でもそういうのでいい悪いを教えたりとか、叱ったり責めたりとか、やらせようとしたり、意思を妨げたりとか、そういうのはしたくないかなと思って。大人の都合や考えを優先させないとか、一切の圧力や圧迫のない環境で育っていったら、どんな子供になっていくんだろうって楽しみがあるね。今は5軒の家が隣同士だったりして、とっても近くに住んでるけど、チェリッシュが始まった頃はバラバラだったよね。ユーミの家は隣の市だったしね。車で20分かかったね、行き来するのに。でも2年くらいチェリッシュやってくる中で、子供の育ちってその時間だけじゃないよなっていうのが見えてきてさ、もっとそばで暮らしたいなとか、スースー話し合える親たちの中で24時間子供を育てたいなって思ったんだよね、私。ただそれは夢のまた夢。孫の時くらいはできるかなって思ってたくらいでさ。うちが住む一軒家を探している最中に、ちょうど4軒同時に建て売りが出て、ミーティングでダメ元で近くに住みたいなーと話してみたら、いいやんっていろんな案が出てきてさ、その軽さにびっくりしたけど、それからみんなに声をかけて、里美にも話したら、うちはいいや、今の家でずっと暮らそうと思ってるからって速攻断ってた。まあ予想してたけどね。でもうちの子見てて、ピンポーンマヨネーズくださいって気楽に行き来できることの大きさとか、その体験から作られていく人間間の形成の重要性をすごい感じてて、何としてもそばで暮らしたいなと思って猛烈アピールした。そうそう。本当に私に来てほしいんだなっていう純奈の熱意に押されて、あと旦那さんがどうかなと思ったから聞いてみたら、ああ面白そうだねって帰ってきて、それで住んでみようかなってなったけどね。最初は4軒の同じ区画の建て売りだったから、家と家の境界には柵がつく予定だったんだよね。でもこの柵って本当にいる？意味ないよねってなって、私たちは柵いりませんって取り付けるのをやめてもらったんだよね。だから自分たちも子供らも最短距離で気楽に行き来してるね。うちに卵とかトイレットペーパーが切れたらお互いの家に取りに行ったりとか、今日はこっちでお風呂入りたいとか、ご飯食べようとか、自由自在にやってるよね。そうそう、ほんと純奈よくもらいに来るよね。ママが1週間の合宿コースで留守の時は
子供たちは他の家でお泊まりもしてたりしてて、なんかもう本当に兄弟みたいな暮らしだよね。そうそう。さとみがコース行った時も2人うちで見たんだけどさ、すっかりうちの子になってたよ。やっぱり私たち親が安心して暮らしてるのが子供たちにとっても大きいかな。今回のビデオはここまでで、チェリッシュとマラビアの子育て環境に対しては内容がちょっと濃くなりそうで、ビデオが長くなっちゃうから2回に分けて紹介します。だから次のビデオを見れるようにチャンネル登録とベルのアイコンをタップしてね。あと気に入ったらいいね押して、あとコメントに感想も書いといてね。じゃあまた次回。バイバイ。バイバイ。